こんにちは、月島です。私が所有するサスティナーを搭載したフェルナンデスのエレキギターのリペアをいつもお世話になっているギター工房さんに依頼することにしました。希望する主なリペア内容はフレットとナットの交換、そしてそれに伴う指板修正などです。今回はリペアを施工する前後のギターの状態を比較するために音も録音してみました。その結果なども検証したいと思います。目次です。ギターの確認。サスティナーとはリペアを行う理由、リペア完了後のギターの状態、リペア前後の音比較、最後にまとめです。このフェルナンデスのエレキギターは型式が FR75S というものでフルモードサスティナーを搭載しているものです。付属していた書類に95と捺印されていますので1995年頃のギターだと思います。約30年前です。私は3年ほど前に以前から興味があったサスティナー付きのギターがどうしても欲しくなって中古で購入しました。ただその後にまさかフェルナンデスが倒産してしまうとは思いもよりませんでした。ネックに押されたスタンプのシリアルナンバーを確認すると Y から始まる5桁の数字がありましたのでおそらく河合楽器製だと思われます。当時のカタログを確認してみるとボディ材が線でネックはメイプル、指板はローズウッドです。そしてこのギターはサスティナー搭載でもありますので使用するには 9V の電池が必要になります。これはサスティナーを使用しなくても必要になります。ボディ各部に小さな打痕はいくつか見受けられますが、約30年経過しているギターとしてみれば十分に綺麗な個体だと思います。サスティナーはしっかりと稼働しますし、ボリュームやトーンポットにもガリなどはなく、電気系統はすべて正常に機能しています。ペグやブリッジなどの金属部分は相応の経年劣化が見られますが、2年以上使用してみたところ、チューニングは安定していて演奏に支障はありませんでした。また95年当時に付属していた保証書やシールドケーブル、ソフトケースが付属していたのは購入した時に嬉しかったポイントです。以上の状況から見て、このギターはフルオリジナルであり、パーツ交換などはされていないものだと思われます。ここでサスティナーについて見ていきたいと思います。サスティナーはスイッチをオンにすると電池が続く限り永遠に音が伸びてくれるシステムです。実際に音を出して聞いてみたいと思います。このような感じになります。また、モードセレクターが搭載されており、ハーモニクスのかかり具合を選択することができます。スタンダード、ミックス、ハーモニクスという3種類を選択可能です。スタンダードは弾いた音のナチュラルなトーンを持続します。ハーモニクスは 4x4 の音がフィードバックサウンドのように持続します。ミックスはスタンダードとハーモニクスの中間的なサウンドです。私はこのモードをよく使います。クリーンサウンドの音を伸ばしていくことも可能です。
またギターの一番下のノブがサスティーンボリュームというものになっており、サスティナーのかかり具合を調節することが可能です。実際にレコーディングでこのサスティナーを使用してみると、普通のギターとはまた違うアイデアやフレーズがよく浮かんできます。私のチャンネルで公開している楽曲の中で聴ける音としては、クローバーという曲の中でイントロやエンディングなどで使用しています。フレットを横から見てみると頂点がとても低く台形のように見えます。これはおそらくフレットのすり合わせが行われた後だと私は思います。現状で演奏に大きな支障はないと感じていますが、しっかりとポジションを押さえないとたまにフレットがビリビリ言う時があります。削れているものは元に戻せませんので、これはフレット交換をしたいと私は思いました。ネックは少し順反りの状態です。現状で音詰まりなどはありませんが、今の状態からトラスロットを使用してネックを動かすと12フレット付近でビビリや音詰まりが発生してしまいます。トラスロットに余裕はありますが、これはプロのリペアマンに診断してもらわないと私ではよくわからない状態なので不安です。そのためフレット交換と同時に指板修正もしてほしいと考えています。現在ついているナットはおそらくプラスチック製のものだと思います。経年で劣化してきている感じも見受けられますので、新しいものに交換したいです。黒いナットを調べてみたところ、ブラックタスクが良いなと思っています。以上の3点がこのギターで気になっている点です。この後、工房さんとも相談しながらリペアのメニューを考えて進めていくことにしたいと思います。ギターのリペアが無事に完了して私の手元に帰ってきました。ここに写っているのはリペア完了後のギターです。ギターを預けていた期間は2ヶ月とちょっとでした。今回のリペア施工内容はリフレット、ナット交換、指板修正、ネックジョイントスペーサー作成という形になりました。今回のリペアの一番の目的であるフレットはニッケルからステンレスのものへ交換してもらいました。フレットのサイズは以前 ESP のギターで取り付けたものと同じジャンボサイズを選びました。その方がギターを持ち替えても違和感が少なく演奏できると考えたからです。フレットの仕上がりはとても美しく大満足です。もともと黒いナットが装着されていたため、同じ黒いナットを希望しました。私はブラックタスクを検討していたのですが、見積もりの時にカーボンのナットを勧められました。カーボンの方が品質が良く耐久性も高いそうです。カーボンのナットを選んだ場合は工賃が高くなりますが、今回はケチらずにカーボンを選択することにしました。もともとネックジョイントのエンド側にスペーサーが入っていたため、大きいネック置きとハイポジションの反りがあったそうです。そのため1枚板のネックスペーサーを作成して角度を調整しつつ指板修正をするということになりました。ネックのジョイント部分を見てみるとスペーサーが見えます。ナットとフレットの交換、さらに指板を修正したことで弦高は1弦 1.5mm、6弦 1.9mm になりました。弦高を以前よりも低くセッティングできるようになりましたので、とても弾きやすい状態です。また、ステンレスフレットの弾き心地も滑らかで、チョーキングをしても音詰まりは一切ありません。サスティーンも以前より明らかに良くなりました。
作られてから約30年経つギターがとても良いコンディションになって生まれ変わりました。私がこのギターを所有してからはまだ2年くらいですが、実はレコーディングではよく使用しています。その理由はやはりサスティナーの存在が大きいです。メインのギターソロに使用したり、サビやエンディングでシンセサイザー的にオケの脇で音を伸ばして使用したりするなど、楽曲の様々な場面でサスティナーは威力を発揮しています。ハーモニクスサウンドを自在に出せるというのも重宝しています。そんなこともあり、私にとってはもう手放せないギターになっています。今回のリペアではこのギター本体の定価よりも費用がかかることになりましたが、その価値は十分にあると私は考えています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。